大宮駅、それは埼玉県の交通をつなぐ、まさに鉄の心臓。埼玉の動脈をビシバシつなぐ重要拠点。この駅があるのは埼玉県さいたま市。なんと人口は133万人。もはや市ってレベルではない。今回の旅のテーマは鉄道空白地帯を巡る旅。あえて電車の届かぬ地へ行こうという逆張り系鉄道旅である。こんにちは、検証交通チャンネルです。というわけでずんだもん、今回は鉄道空白地帯 in さいたま市を巡る旅スタートです。鉄道空白？それって電車がいない場所ってことなのだ。さいたま市にそんな秘境があったとはすごすぎるのだ。今いるのは埼玉のハブ大宮駅。ここから電車とバスを駆使して空白地帯に向かってみよう。まずは東武アーバンパークラインに乗ろう。アーバンでパークでラインってなんか全部乗せみたいで強そうなのだ。アーバンパークラインがやってきたのだ。頑張っていろいろ詰め込むぞ。乗ったのは10分だったから何も詰め込めなかったよ。ここはどこなのだ？到着したのは岩槻駅。さて、岩槻駅西口。ここから鉄道空白地帯へ向かうには徒歩は遠すぎる。バスに乗ろう。ちょうど朝日バスが来てたから乗り込む。ずんだもんはビールは飲めないのだ。さあ、鉄道が届かぬ場所へ。お待たせいたしました。株式会社東木前です。まず最初の目的地に到着だ。降りたバス停の名前は株式会社東木前。検証交通さん、アサヒビールはどこなのだ？アサヒビールは全く関係ないよ。今乗ってきたのはこの蓮田駅行きなんだけど1時間1本。鉄道がない上、バスの本数もそこまで多くはない。でも周りにはガソリンスタンド、そして強い味方セブンイレブンがある。なんとか生きていけそうだ。ここはさいたま市岩槻区金室。ここから蓮田駅までは5キロほど。そして一番近い最寄りの駅はアーバンパークライン東岩槻駅。東岩槻駅は歩くと徒歩55分。これはもはや徒歩イベントなのだ。続いて歩いて1時間8分の東武伊勢崎線姫宮駅がある。姫宮駅は徒歩1時間8分とはもはや修行コースだ。もっと広域に場所を確認。東武アーバンパークラインの東岩槻駅、東武伊勢崎線姫宮駅、宇都宮線の蓮田駅、白岡駅と各駅から離れている。どの駅からもすっぽり遠い、まさに空白地帯という名がふさわしいエリアなのだ。ではバスで再び岩槻駅へ戻ろう。株式会社東木とアサヒビールは全く関係なかったのだ。そもそも朝日バスとあの朝日が関係ないのだが。岩槻駅に到着。駅を歩いて今度は電車に乗るの？いや、東武アーバンパークラインに乗らずに東口へ。やっぱり歩くと遠いの？ここからまたバスで移動だね。岩槻のマスコットキャラがいってらっしゃいと言っている。気のせいかな。次なる目的地もまたもや鉄道の届かぬ地。再びバスに揺られていく。今回のバスは本数が多めで安心。ありがとう、朝日バス。
今度はテレビの出てる人たくさん見れそうで楽しみなのだ。多分テレビに出てる人いないと思うよ。ずんだもん到着したよ。到着したバス停の名は牧の上。なんとも寿司ネタみたいで美味しそう。周囲は住宅街ではなくのどかな風景だね。なんか案内板がある。なんていうのか。スダス化石。ここの辺りが2カ所目の空白地帯。ここはさっきの岩槻駅から歩くとどれくらい？この辺りの場所は先ほどの岩槻駅から歩くと1時間以上。そして一番近い駅は東武伊勢崎線浅間台駅。次に近いのが埼玉高速鉄道線の浦和美園駅。どこの駅にも1時間。夏だとアイスが溶けそうなのだ。もっと広く見るとこんな感じ。東武アーバンパークライン、東武伊勢崎線、埼玉高速鉄道、どこの駅にも歩くと1時間はかかる鉄道空白地帯だ。まさに鉄道空白地帯。この距離サバイバル番組でしか見たことないのだ。あれがスエダスガ関。元荒川の水をコントロールする施設だ。おお、水門ってなんかラスボス感あるのだ。でもなんか小型だ。川には釣り人がいるからきっとあのラスボスはいいやつなのだ。ところでテレビ出てる人全然いないのだ。バス停に戻ってきたんだけどなんかいい匂いがする。本当だ。近くにパン工場があるようだね。朝日はビールだけじゃなくパンも作ってるのか。朝日は関係なく伊藤パンって書いてあるよ。時間がもう少しあるので先ほどと逆方向へ行ってみよう。こちらは割と住宅街、飲食店もある。メニューがそそるのだ。定食おいしそう。誘惑マックス。バスが来るので断念。さよなら幻のランチ。再び朝日バスに乗って3カ所目を目指そう。岩槻駅に到着。結局テレビ出ている人全然いなかったのだ。今度もバス？いや、今度は東武アーバンパークラインに乗車だ。ついに岩槻を離れるのだ。大宮行きの電車に乗車するのだ。大宮終点です。10分ほどで大宮駅に到着。今回も何も詰め込めなかったのだ。今度はどこに行くの？今度は JR 線ね。さあ、ここから JR に乗って移動。タイミングよく電車がやってきたのだ。ここは浦和駅。ここから3カ所目に向かおう。浦和って都会じゃないのだ。サッカーの聖地じゃないのだ。その通り。まさかこの都会にも鉄道空白地帯があるの？驚いて口が開かないのだ。鉄道が届かないゾーンはここからバスで数十分先に存在する。浦和駅から出るバスは種類が豊富。2番乗り場から出発。あれは都バス？似ているけどあれは国際工業バス。埼玉県南部を中心に活躍しているバス。ちなみに東京都の池袋や赤羽も走っているからその時は間違わないように。ずんだも
違い探しは得意な方なのだ。よし、この飛ばすに乗るのだ。県庁だけでなくさいたま市区役所まであるんだね。マンションのような高い建物も少なくなってた。もうすぐだ。着いた。バスは終点の大久保浄水場に到着。目の前はアサヒビールの工場なのか？いやいや、大久保浄水場って書いてある。それにしても周りに家がないのだ。この辺りは旧浦和市と大宮市の市境付近、もともと住宅地から離れている場所なんだ。向こうに高いビルが見えるのだ。あれは副都心のビル群。なんか不思議な気分だ。周り一面は農地というなんとも牧歌的な風景だ。現代から過去にタイムスリップした気分だ。もう少し歩くの？もう少しで3カ所目の鉄道空白地帯の中心部。ここはさいたま市桜区、さいたま市荒川総合運動公園。そしてこの辺りがさいたま市3カ所目の鉄道空白地帯だ。この先にグラウンドが広がっていて、さらに奥には荒川が流れているんだ。見渡す限り空が広いのだ。ここから一番近い駅はどこなの？一番近い駅が埼京線の与野本町駅。歩くと58分。ちなみに先ほどの浦和駅は歩くと1時間50分。ちょっと待って、それってもう歩き遠足なのだ。谷は駅ないの？ここから北方向に川越線の指扇駅。そこまでは5キロ。もはやランニングシューズがたくさん必要なのだ。もっと広い地図で見るとこんな感じ。しかもこの辺りに来るには先ほどの浦和駅からのバスが唯一の路線。さっきの都バスなのに埼玉まで来るすごいやつ。都バスじゃなく国際工業バスだけどね。というわけで今回の鉄道空白地帯 in さいたま市は修行の旅だったのだ。岩槻区の金室地区、岩槻区末田須賀関付近、桜区荒川総合運動公園エリア、そしてバスのありがたみを全身で学べる旅だった。電車が来ない場所にもロマンとパンの香りがあったのだ。ずんだ号、バス免許取りたいのだ。まずは漢字の読みから始めよう。鉄道が届かぬ場所にも人々の暮らしとドラマがある。文明の利器に頼りすぎたあなたもたまにはバスに揺られて空白の中にある日常を感じてみてはいかが？